テトラミンというね、毒素がこの真ん中にね、入っている塩を巻くと、そこから顔を出すので、今日はこちらですね、小さい貝を何種類か用意したんですけれど、小さめの貝類というのは酒蒸しにするか、あとは出汁でね炊くか、この2種類の調理法が主だと思いますので、その2種類の調理法を紹介しようかと思いますと。今日貝4種類用意したんですけれど、こちらはね、マテ貝っていう、九州なんかの産地が多いような貝ですかね。こちらはナガラミ。ナガラミはね、産地が関東、千葉だとかが多い印象がありますかね。磯粒貝。これは北海道産なんかをよく見かける貝ですかね。粒貝をちっちゃくしたような貝なんですけれど、磯粒貝と、こちらはバイ貝。黒バイ貝っていう貝なんですけれど、バイ貝と磯粒貝、この辺に関してはなんか毒性があるなんて話もね、ちょこちょこ聞いたことがあるかと思うので、料理しながらね、その辺のお話もしようかと思いますと。そしたらまずは、酒蒸しから作っていこうかと思います。まずはね、こちらのマテ貝とナガラミ、この辺使ってね、酒蒸しを作っていくんですけれど、マテ貝に関してはね、砂の中に潜って生活している貝なので、結構ね、砂を噛んでいる場合が多いので、そういったね、貝の場合は、まずは砂抜きをしますと。で、砂抜きは海水程度の塩水を作りまして、そこにね、貝を漬け込むと。これをしないとね、食べた時に砂がジャリジャリっとして、非常にね、食感の悪い仕上がりになりますので、塩水につけてこのままね、冷蔵庫に入れて数時間置いてくださいと。砂抜きが終わりましたら、今度貝殻を洗っていくんですけれど、こういったね、マテ貝なんかの場合はたわしでね、貝殻をこすって、この貝殻についた汚れを、きれいに落としてから調理しますと。こういった貝のこの継ぎ目だとかに汚れが溜まりやすいので、貝ってね、貝殻ごと調理する場合が多いので、この貝殻の掃除はしっかりとしてから、調理した方が、仕上がりはね、美味しく食べることできるのかなと。ナガラミの下処理なんですけれど、ナガラミの場合はね、砂を噛んでるということはほとんどないかと思いますので、塩をまぶして、塩もみをして、このね、貝殻の汚れと、あとこの貝のぬめりとを落とすっていうイメージですかね。一度でもいいとは思うんですけれど、なかなか一度では綺麗になりきらないので、一度水で洗い流して、そこにね、もう一度お塩を加えて、同じ作業を繰り返してくださいと。ここまでがね、貝の下処理というか掃除ですかね。ここから酒蒸しにするんですけれど、酒蒸しのね、方法は非常に簡単でして、適量ね、酒を振りかけて蒸し器に入れまして、あとはね、これを、蓋をして10分ほど蒸すだけと。人によっては好みで、ここにね、昆布、酒を加える、ないしは酒と昆布だとか酒と出汁を加えたものに、塩をね、振りかけて、それから、蒸すなんて方もいたりしますので、この辺は、各自アレンジを加えて酒蒸しを作ってみてくださいと。10分ほど経ちましたと。こういった二枚貝は火が入るとね、生きていれば殻が自然と開くはずですので、あとはね、取り出して食べるだけと。非常に簡単ですよね。そうで、マテ貝についてね、ちょっとお話ししますと、マテ貝ってね、この生きている時は砂の中にね、縦に埋まってる貝なんですよ。砂面にね、塩を巻くと、そこから顔を出すので、そこをね、捕まえるっていう取り方をするんですけれど、塩をして待っていると
捕まえることができるので、そこからねマテ貝という名前がついたなんてお話を聞くこともあるんですけれど、マテっていうのはね両手っていう意味で、マテ貝ってこの貝殻を閉じてる時に上下ね両方からこう身を出すんですよ。その姿を両手に例えて、マテ貝という名前がついたというのが一応語源とは言われてますかね。先ほどはね酒蒸しを作る際に蒸し器を使って、酒蒸しを作ったんですけれど、酒蒸しというのはね蒸し器なしでも作ることができまして、鍋にね貝を入れまして、そこにお酒を振りかけて、こっから先は一緒っすよね。昆布を入れてもいいですし、だしを入れてもいいですし、お塩を振ってもいいですしと、これを鍋ごとね火にかけまして、酒が沸いてきたらもうこれをね直接蓋をして弱火で10分程度蒸らすっていうね、こういった作り方もありますので、お好みの作り方で酒蒸し作ってくださいと。蒸し器ねいちいちかけるのが面倒という場合は鍋ごと直火にかけて、蒸し煮みたいなね作り方をする酒蒸しの作り方もありますよと。貝の煮方を紹介するんですけれど、貝の掃除はね、先ほどのながらみと一緒ですよね。塩を振って、塩で一度もみ洗いをしまして、これをね2回繰り返しますと。ここでね一度貝を下茹でしますと。で下茹での時間はねこれね水から茹でてお湯がさっと沸くまでと。沸いてきますと貝からぬめりなどがアクが出ますので、この状態になったら、一度貝をざるに取り置きますと。だしを加えて味を入れていけば良いんですけれど、最初にお話ししたバイ貝だとかつぶ貝のね毒性についてちょっと紹介しますと、バイ貝だとかこのつぶ貝全てが毒を持っているわけではなくて、正確にはねバイ貝だとかつぶ貝は毒を持つ場合があるということで、これどういうことかと言いますと、バイ貝とかねつぶ貝っていうのは身の肝とこの水管の間あたりにね唾液腺という部位があるんですけれど、生活環境によってこのね唾液腺にテトラミンというね毒素が溜まっている場合があるんですよ。基本的にこれねつぶ貝だとかバイ貝を少量食べる分には当たることはまずないと言われてはいるんですけれど、とはいえね飲食店なんかで人にね提供する場合は、100回にね1回でも事故があるとそれだけでお店は潰れてしまいますので、この唾液腺をね処理してから炊く必要がありますよと。唾液腺の処理の仕方は比較的簡単でして、まずはねこの櫛などを使って貝の身を引っ張り出しまして、そうするとねここっすよね、この紐と水管の出ているポイントがあるので、そこを狙って、1本包丁を入れますと。この真ん中にね入っている白いね油の塊のようなものが、唾液腺と呼ばれる部位ですと。そう、このね白い油っぽいこの部分ですよね。ここが、唾液腺と呼ばれる部位ですんで、これをねきれいに掃除してから、提供した方が安全ですよと。でちょっとね分かりにくいかと思うので、一つね身を完全に取り出してから紹介しますと、まずねここが水管に当たる部分、これが、つぶ貝の紐に当たる部分なんですけれど、このね紐と水管の付け根のこの部分に、唾液腺が入っていると。なので、ここをね包丁で開いてこの部分に爪を入れると、唾液腺を取り出すことができますよと。この構造はバイ貝も同様でして、
ここが、水管で、ここに紐があって、このね付け根あたり、この位置に、唾液腺がありますので、この部分をね開いて唾液腺を取り出してから調理してくださいと。唾液腺の処理が終わりましたら、ここから味を入れていくんですけれど、これね炊く時は昆布だしでもかつおだしでもね、どちらでもお好みのだしを加えて、このだしで炊いていきますと。味付けはね、こちらはお酒ですね。あとこちらは薄口醤油、好みでみりんを加えて、味を決めてくださいと。沸いてきましたらアクをすくいつつ、炊く時間は7分から8分程度ですかね。貝類ってね、これ火を入れすぎるとどうしてもね身がゴムみたいに硬くなってしまうので、火を入れすぎないように炊いていくと仕上がりが美味しくなるのかなと思いますので、そこだけね気をつけながら炊いてくださいと。8分ほど経ちまして、貝にね火が入りましたら、あとは、このまま地につけて冷ますだけと。これねもうそのまますぐ食べても良いんですけれど、3時間から半日程度地にねつけておくと、この地を貝類が吸って、貝のね風味とこの出汁のうまみと一緒に食べることできますので、この辺はねつけてから食べた方が僕は美味しく感じますかね。これ身が落ち着いたらね、あとは食べるだけなんですけれど、お好みでね食べる直前にさっと火を入れて温めてから食べても美味しいので、この辺はねお好みでお召し上がりください。本日は簡単ではありますが、バイ貝の煮方、磯粒貝の煮方と、あとねマテ貝と長ラミの酒蒸しの作り方ということで、ざっくりとねご紹介いたしましたので、これね魚屋さんなんかにもよく売っている貝だとは思いますんで、見かけたら試しに作ってみてくださいませと。はい、ということで本日の動画は以上でございます。